はあ、すごいですね。歴史を感じる一皿ですね。生の腎臓です。記憶に残りますよね、絶対ね。本物のマルケ料理です。これが三つ星なんですが、ガブッといかせていただきます。これは天才ですよ。はい、こんにちは、シェフのファビです。僕は今、中部イタリアのマルケ州にあるセニガッリアという町の中にあるミシュラン三つ星のウリアッシュの前へ来ています。で、実は僕このレストランは3年前にも訪れていて、その時はクラシックなコース料理をいただいて感銘を受けてですね、ずっと覚えていたので、またちょっと別の料理を食べたいなと思って東京から現地まで来ました。それでは早速ですね、念願の別のコース料理を楽しんでいきたいと思います。すごいですね。L'aperitivo inizia con un wafer di fegato di coniglio e pralina di nocciola ghiacciata. Nel bicchierino Kir Royal. Kir Royal? Kir Royal. Grazie. Prego. このなんかうさぎのレバーとこのサクサクとしたヘーゼルナッツの感じがキールロワイヤルなぜか合いますね。最初のいいアミューズですね。で、今回このウリアッシュっていうレストランはアドリア海海沿いにあるので、魚介の料理って思われがちなんですが、実はですね、このマルケ州はアドリア海とアペニン山脈っていう、山の山脈に挟まれている州なので、海の幸プラス山の幸を混ぜたようなちょっと複雑なものがマルケ州の伝統的な組み合わせなので、それで最初のアミューズにこのウサギのレバー、山のものが出てきたっていうような感じですね。Se posso, vi lasciamo il nostro pane tutto Sì. fatto con lievito madre. Sì. Davanti avete un pane alle alghe, al centro una pizza al formaggio pecorino che è tipica delle nostre zone con dei cracker ai semi e qui dietro un pane e cereali antichi. Grazie. A voi. Pane alghe? Alghe. Alghe italiano? Sì. Oh sì? Sì, sì. Oh, grazie. La degustazione inizia con un milkshake di aringa, alici, noci, luppolo e tartufo nero. Milkshake non è dolce? Milkshake è dolce. Noi l'abbiamo rivisitato con l'aringa affumicata e quindi sentirete che non sarà dolce ma avrà questo tono salato e leggermente affumicato. Grazie. Non c'è di che. で、今日僕が頼んだのはイタリア全土のペアリングをお願いしました。で、最初はピエモンテ州のアルタランガっていうところで作られているスプマンテです。乾杯。いいですね。はい、それでは最初の前菜です。美味しいですよ。これすごい料理ですね。で、最初がウサギで山の方だったので、次前菜海のものが出てきました。で、これはですね、口に含むとミルクシェイクって言ってたんで結構甘いベースかなと思ったら、クリームベースがあって、そこに青魚のちょっとニシンの燻製したような香りがあって、塩気があって、そこにナッツのコクと、であとは食べてみるとですね、さっきルーポロって言ってたんですけど、ホップです。ホップの香りがふわっと香って、そこにこのニシンの燻製と合わさってですね、とっても美味しい前菜になってます。ちょっと組み合わせで言ったらミルクシェイクと青魚ってものすごい難しい、ちょっと挑戦的な料理かなと思ったんですけど、全部こう食べてみるとうまく調和していてですね、これはもう最初から匠の前菜だなと思います。美味しいです。ちょっとこの海苔の天然酵母のパンと海の組み合わせで、このニシンがですね、多分組み合わせ最高だと思います。すごいアドリア海を感じますね。これはすごいわ。
ここのレストランの話をしようかなと思うんですけど、このウリアシはですね、今から35年前1990年にオープンしたレストランなんですけど、僕が3年前から来ているその理由、このレストランの凄さっていうのは、ウリアシは一番最初はレストランではなく軽食屋だったんですね。でそこから35年経て今ミシュラン3つ星を獲得するようなトップレストランになっているということで、2018年にここのレストランはミシュラン3つ星を獲得していて、今やもう世界中の食通やシェフたちが訪れるようなそんなレストランになっています。 Continuiamo con i cannolicchi. うん、 Sono serviti con un sugo di cannolicchi, うん、 fiori di pesco, フィオリ asparagi, ペスコ pesco, asparagi e ostriche ghiacciate. はあ、グラッツィ。 Prego. ウリアシっぽい前菜だなって感じしますね。うん、これはすごい海を感じる前菜になってますね。ものすごい新鮮なマテ貝使っているので、火入れがすごくいいですし、うまみが凝縮しているっていうのと、アスパラジニマーレって言って海のアスパラ、塩気があるアスパラに、あとこの桃の花とセロリの葉のこの香りがですね、すごく相性が良くて、ふわっとこう広がる感じがしますね。うん。 Ciao, come stai? Ciao. Bene, ciao, ciao. Sono felice di rivederla, chef. Sono felice che voi siete qua. Oggi non vedo l'ora di mangiare il menù lab. Quindi. Ok. Io avrei piacere che tu mangiassi anche un'altra cosa. Te aggiungo in più. Ti piace la selvaggina? Sì, a me piace tantissimo. Ok, allora ti mando anche un po' di selvaggina. Va bene? Non c'è problema, io mangio tanto, quindi. O proseguimento? Grazie, chef. Prego, prego. ウリアシのすごいところはですね、なんとジビエが年中食べられるお店で、シェフ的には多分食べさせたい料理がジビエなんでしょうね。だから今回このラボコースをいただいているんですけど、それプラスでジビエも食べないかっていうふうに言われたんで、今日はですねたくさん食べていきたいと思います。すごいですね。シャンパーニュの泡の華やかさとこのマテ貝の香りがとても相性が良くて最高です。で今時期的には外ものすごい天気がいいと思うんですけれど、今実はもう9月の中旬です。なんですけどまだ外には日焼けして歩いてる人もたくさんいますし、このセニガリアっていう街はですねすごくのどかな街で、僕ももう大好きになっちゃいました。実は撮影前とか前日の日もですね、朝から海でちょっと歩いてアーシングしたりとか、アドリア海ほんと最高ですよ。でイタリアの観光っていうとやっぱり主要都市のローマ、フィレンツェ、ミラノっていうのが定番で、もちろんそこも素晴らしさはたくさんあるんですけど、僕は毎年結構アドリア海沿いの州に来ていて、プーリア州とかあとはペスカーラとかいろんなそのアドリア海沿いの町があるんですけど、海は結構綺麗ですし、空気もすごい綺麗で、あとは何といってもすごい穴場で観光客も少ない場所なので、セニガーリはとってもおすすめですよ。 Porta del Vento, Sarai, siamo in Sicilia, zona Sicilia. Palermo, Cataratto come Cataratto 2022. ああ、いい色、ベルコローレ。Grazie. Grazie. Oh, Prendete, queste sono lumache, lumache. terroso di muschio, spuma di crispigni e cuore di colombaccio arrostiti. ああ、Grazie. 不思議なお料理が出てきました。次はカタツムリ、森に行きます。すごい森を感じますね。でも美しいですね。うわ、なんだこれ。なんすかねこれ。うん。すごいですよこれ。カタツムリが本当に美味しいです。カタツムリの食感が柔らかい、食感火入れも最高で柔らかいんですけど、ちょっと燻製もかかってて、なんかカタツムリっていうとエスカルゴでなんかブルギニョンバターみたいな、バターのオーブン焼きみたいなイメージがあるんで、ちょっとこの料理食べるとカタツムリの概念が変わるかもしれないですね。すごい森を感じるような、とにかく美味しいです。ちょっとカリカリした
パン粉ですかね。パン粉のちょっとカリカリを感じますし、ちょっと苔のような香りと、いやこれは面白い前菜ですね。本当になんか森の中の野草をそのままかじったような香りが口いっぱいに広がってですね、もちろんものすごい美味しいんですけど、食べ慣れてないとすごい考えさせられる前菜ですね。でもカリカリとかサクサクとかやっぱりいろんな食感があって、あと香りもですねすごい複雑で、このカタラットのワインとすごく合う。いやこれも最高です。ここ三つ星レストランなのにビーチにあるっていうのはあると思うんですけど、すごく緩やかな暖かい空気が流れていて、全くその殺伐とした感じじゃないというか、なんかシェフもスタッフの皆さんもみんなのんびりされていて、初めてこんなにゆったりできる、なんかシェフの家に遊びに来たようなそんな感覚の三つ星レストランですね。この感覚はねなかなかないですよね本当に。はあすごいですね。もう香りがめちゃくちゃいい。Questa è la calamarata. Calamarata è il nome del formato della pasta ed è prodotta qua a Senigallia da Pasta Massi. Ah, Pasta Massi. Oh. Che viene condita con mandarino, ricci di mare, olio di sciso, ginepro e olive nere disidratate. Perfetto. Vi suggeriamo di usare il cucchiaio piano per raccogliere bene tutti gli ingredienti sparsi sul fondo. Questo croccante. Le olive nere disidratate. Ah, ok. Perfetto. Prego. Grazie. このパスタね、僕ずっと食べたかったんですよ。すべての材料をスプーンに乗せて食べていきます。これはたまんないですね。これはですね、涙が出るほど美味しいですよ。このカラマラータっていうショートパスタに、説明にもあったんですけど、ウニがベースで、そこになんとウニとマンダリーのみかんです。みかんの同じ色を合わせて、あとはオリーブとかなんかちょっと燻製の香りも感じるんで、その全ての材料がですねうまく調和してる。これはもう完全に三つ星のパスタ料理ですね。それとあとこのアドリア海の今この潮風をすごく感じてるんですけど、それとワインともう完璧です。これは来てよかったと思うようなパスタ料理ですね。あとウニって言ったらもう日本が世界一美味しいとは思うんですけど、やっぱ甘みがあって、イタリア人の方も日本に来るとウニに感動される方がほとんどで、日本のウニは甘みがあります。でもイタリアはちょっと塩味とか甘みがなくて凝縮された旨みがあるんで、特にこのパスタのウニはですねもう香りが半端ないですね。その香りとこのみかんの香り、しその香りがこううまく調和してて最高です本当に。じゃあこれとカタラットですよ。これですよ、これ最高。すごいな、これもう完全にこのウリアッシのパスタ料理って感じしますよね。海全開です。このウニがベースのウニのパスタにこのマンダリーのみかんが入ってるっていうのが多分巧みで、海と山っていうのはイタリアでマーレーモンティって言って、山の幸と海の幸を合わせた料理がここのマルケの料理なので、ちょっとそれを本当に肌で五感で体験できるっていうのは素晴らしいですね。これは三つ星の極みですよ。やっぱり日本のイタリア料理といったらこの熱々のパスタ料理、麺文化なのでやっぱそういうイメージがあると思うんですよ。イタリアに行くとその熱々の料理っていうのはないんですけれど、でもそれはそれでこの香りを意識した料理っていうのの良さがあるので、やっぱそれのなんかウリアッシュ究極なのかなと思いますね。この海の魚介の香りと山の香りと、これはもうだいぶ食らいましたね。Grazie。Il vino e l'uve sono verdicchie. Ok? 来た。シェフも来ました。お Questo è un colombaccio. あ、コロンバッチョ。 Colombaccio con fichi e coscino di colombaccio.
Questo molto tipico, questo piatto. Sì, perché qui sulla costa adriatica eravamo tutti quanti contadini, pescatori e cacciatori. Adesso non c'è più niente, però una volta- adesso non c'è più No, niente. adesso non c'è più niente, perché non ci sono più le paludi, non ci sono più i fossi, non ci sono gli acquitrini, perché hanno costruito le case, no? Per cui è cambiato il paesaggio e gli animali quando arrivano, che volano alto, vedono che non riconoscono dove andare, proseguono e vanno via. Però io fino a 25 anni andavo a caccia. Ah sì? Sì, sì, Ah. sì. Mio padre, mio nonno. In tutte le case, tu capisci quello che dico? Sì, certo. In tutte quante le case c'erano almeno 2 fucili, i cani, i richiami, qui tutti quanti andavano a caccia. Per cui la nostra cultura quella lì di mare, in realtà è una cultura di mare, di terra e di orto. Qui abbiamo molte possibilità per cucinare, noi possiamo cucinare tutto quello che è il pesce, tutto quello che è la carne allevata, quindi galline, piccioni, oche, maiale, tantissimo anche. Poi possiamo cucinare anche tutto quello che c'è nella palude, quindi le rane, le lumache, le anguille e la selvaggina. Quindi è una grande fortuna per un cuoco avere questo tipo di memoria per poter appunto ispirarsi e cucinare delle nuove cose. Quindi questo ve lo cucina marchigiana? Questa è vera cucina marchigiana, esattamente, sì. Cucina mare monti? Della costa marchigiana, sì, perché l'abitante della costa adriatica era contadino e pescatore nello stesso tempo. Qui i marinai andavano in mare con il fucile e sparavano alle anatre, passavano sul mare. Capito? Per cui c'è una profonda cultura legata alla selvaggina e al pesce. Ok? Ok, grazie. Prego. コロンバッチャ僕もこれ初めてですよ。いただきます。美味しいです。この山鳩の内臓とかも多分全部調理されてるなと思うんですけど、すごい濃厚な鳩の味と、それでこのイチジクの甘みですよ。コントラストが素晴らしいですよ。だからこれが食べさせたかったんですね。本物のマルケ料理です、これが。いや嬉しいですね。南の温かさに涙が出ますね、本当に。こんなに温かい人たちが。この料理すごいな。燻製の使い方がやっぱり全体を調和させる巧みな燻製で、でもなんか余韻はすごく素晴らしいですし、いや本当に美味しいですわね。でもやっぱなんかこのラボコースはね、挑戦的ななんか苦味とか香りとかそっちにフォーカスさせた料理なんで記憶に残りますよね、絶対ね。だから分かりやすく美味しい料理というよりかは記憶に残る料理ですよね、全部ね。うわーすごいな。これは綺麗ですね。Questo è un piatto rinfrescante Sì. per pulire il palato e prepararlo alle portate che seguiranno. E sono cipolle croccanti e frutti rossi freddi. Tutto freddi? Sì. Specialmente i frutti rossi sono freddi per creare questo contrasto di temperatura. Ok, grazie. いただきます。食感はですね、まあ完全になんか日本の漬物みたいなそんな感じですね。で玉ねぎ噛んでいくとフルーツの香りとかフルーツ系のビネガーで多分マリネしてあるんで全然玉ねぎ臭さがなくてですね、なんか冷たいフルーツ食べてるようなそんな感覚です。僕は実は生の玉ねぎすごい苦手なんで、これは天才ですよ。天才という言葉で片付けちゃいけないんですけど、この料理は本当に素晴らしいですよ。玉ねぎがもうフルーツになっちゃったっていうね、それこの冷たさと温度差と、こんなさっぱりする料理は初めてですよ。ブルーベリーうまっ。何これ。おお、あれまた違うの出てきましたよ。 Questa è una sogliola それらしい。 al pepe verde. Pepe verde. Negli anni 60, anni 70. 60-70,
andava molto di moda in tutti i ristoranti il filetto di manzo al pepe verde. Quindi noi con questa idea abbiamo fatto il filetto di sogliola. Allora questo è un idrolato, è un estratto di acqua di pepe. Acqua di pepe? Acqua di pepe che viene gelificata, quindi è una gelatina, con della spuma di panna al pepe verde, e quella è una sogliola che viene arrostita solo da una parte su una plancia. Grazieシェフ。食べていきましょう。ヒラメと、すごいですね。これも。歴史を感じる一皿ですね。これはもう僕みたいなマニアックな料理人からしたらもうたまらない一皿になってます。1960年代は生きてませんけど、でもその年代を感じられるような本当にクラシックな味わいがします。グリーンペッパーをこのジェルとエスプーマでも表現してるっていう、ちょっとこの胡椒のピリッとした感じは感じられるんですけど、いろんなこの表情の香り、グリーンペッパーの香りがあるんで本当に美味しいですわ。これはやっぱさっきの山鳩の料理もこの料理もそうなんですけど、シェフがなんか食べさせたい料理なのかなっていうのが伝わってきてですね、嬉しいですね。最高っす。もしかしたら違うかもしれないけど、すごいなこれは。そう、すごいですね。Questo è il rognone di pecora, salsa di arancia, nocciole e parfait di rapa rossa. Vi invitiamo a mescolare bene gli ingredienti e a prenderne più di uno per volta proprio per bilanciare il sapore intenso del rognone. Ok, grazie. Prego. はい、次はですね、挑戦的なお料理が出てきましたよ。この腎臓のプルプル感ですよ。これね、ほぼ生ですよ。生の腎臓です。これとビーツを合わせて、ビーツのパルフェって言ってましたね。いや、これはもう羊の腎臓そのままですね。すごい強烈な味わいがあって、これは記憶に残る料理ですね。これね、すごいのが羊の腎臓がほぼ半生なんですよ。火が入ってるというか、なんかもう生のレバー食べてるようなそんな感じのお料理です。でそのもう羊の強い香りにビーツの香りとかで和らげると、これは面白いですね。でもちょっと難しそうな料理に見えるんですけど、こう食べ進めていくとですね、日本も結構レバーとか内臓類食べると思うので、懐かしい味わいがあって、でこの腎臓にオレンジにビーツ合わせて食べると、なんか後味がちょっと焼きそばみたいな感じはするんです。なんかホルモン焼きそばみたいなそんな風味がします。これも匠の料理ですね。来ましたよ。Spaghetto al nero di seppia dedicato a Mario Giacomelli. Mario Giacomelli è stato uno dei più grandi fotografi al mondo di bianco e nero ed era mio amico. L'ho conosciuto per 10 anni, veniva sempre qua. E la prima volta che è venuto ha mangiato uno spaghetto al nero di seppia, non questo, uno spaghetto più basico, più semplice di allora. E ci vuole fare un regalo subito e con uno stecchino disegnò sulla tovaglia un motivo e poi lo firmò. Serve questo qua. Proprio questo? Esattamente, questa è la serigrafia. Vedi, Giacomelli 90. Ah, 90. Ed è molto importante perché lo disegna sulla tovaglia, ed è molto importante perché lui non firmava mai nulla. Quindi adesso voi prendete, questo qui è uno spaghetto con nero di seppia, fegato di nero di seppia e limone iraniano, quello bruciato, quello che è affumicato, con olio di timut. Quando tu giri non devi mescolare niente, te lo mangi così come viene, ok? Ma questo che vuol dire questo accento? Perché sono 25 anni che è morto, Mario Giacomelli, e 100 anni che è nato.
no, 100 anni che è nato, quest'anno qui è la celebrazione dei suoi 100 anni dalla nascita e 25 anni dalla morte. Cioè, quindi solo questo anno, solo quest'anno? Solo questo anno questo qua, sì. È speciale per quest'anno per lui, in onore alla sua memoria. 皆さん来ましたよ。これ僕が今年どうしても本当に食べたくてですね、ここに行きたかった理由の一つで、もう今年しか食べられないもう唯一無二のイカスミのパスタですっていうのをシェフからもう説明をいただいて胸がいっぱいです。いただきます。焦がしたレモンの黒レモンの香りですね。最初は混ぜないで食べてくださいと。まだ混ぜてないのですごい伝わりづらいんですけど、レモンパスタです。レモンのちょっと燻製したスパゲッティになってて、で混ぜたイカスミの味がすると思うんですけど、とっても面白い料理ですね。パスタ噛んだ時の小麦の立ち上がる香りとか、もう本当にここでしか食べられないスパゲッティ乾麺になってるなっていう感じで、僕はもう本当に感動してますね。とっても美味しいです。本当にすごいですね。食べ進めていくとイカスミの濃厚な味わいが上ってきて、いやこれは美味しいですね。いや美味しいわ。いやこれ本当食べたかったんですよね。このマリオ・ジャコメッリさんのですね、この絵は僕の宝物にしたいと思います。すごいな、このイカスミのパスタ食べ終わったら完全に明太子プリッツですね。福岡の人ならわかります。チャーノとサンジョベーゼ、うおーすごい色ですね。グラッツィ。見てください、このルビー色。みんな大好きですね、この色ね。Agnello alla brace, dragoni con un olio aromatizzato con le croste del formaggio. Mettiamo in infusione olio e croste del formaggio per avere questo sapore ancora più intenso di animale. Poi c'è del formaggio fresco, dei piccoli del formaggio fresco e dell'olio di eucalipto. Olio di? Eucalipto. Yucari ne? Okay. E vicino c'è un chutney di mirtilli e menta. Questo lo mangi alla fine. Ok, mangiare fine. Prego. Ok, grazie. 三つ星でこのシンプルさで勝負してくるっていう。でちょっと三つ星なんですが、これはガブッといかせていただきます。いただきます。超美味しいです、この子羊。すごいのは子羊の炭火焼きで本当にシンプルなんですけれど、最後のメインに近づいているので、チーズ料理と肉料理が共存したシンプルな料理なんですよ。すごいのはそれにモンテプルチャーノとサンジョベーゼですよ。これはやばいですね。合いますね。これだわ。ブルーベリーのチャツネやばいですよ。いろんなスパイスが入ってるんで、この子羊食べた後の油っぽいのを洗い流してくれて、それ赤ワインとペアリングなので、このベリー系がとても相性が良くて最強ですね、この付け合わせ。綺麗ですね。 Questo è il pre-dessert per pulire e rinfrescare il palato. Sono una granita di albicocche fresche, zafferano e cannella. Oh, grazie. A voi. ハンズとサフラン合いますね。あと全然その甘すぎない、すごい酸味に振り切ったグラニータで、今のこのお肉の油脂を全部洗い流してくれる、味覚をリセットしてくれるっていう
なんかその糸が現れた焦がしじゃないですね。ちょっと酔っ払いましたね。プレテセールになってます。ちょっと今回びっくりしたのはこのお口直しのレベルの高さですね。いや、これは玉ねぎのもそうでしたし、今回のあんずのもそうですけど、本当にレベルが高いですよ。すごいですね。結構ローレ。それでは最後のデザート前なんですけど、デザートワインというかグラッパが入ったデザートワインが出てきました。なんとも濃い色してますね。Abbiamo il dessert ed è una granita al caffè con gelato allo zenzero, rosmarino e cialde di cacao. Grazie. Prego. それではコースのフィナーレで最後のデザートが出てきました。最後のメインでですね、コーヒーを持っていくってとこがまたなんかちょっと三つ星の粋感を感じますね。ちょっと考えていた狙いがちょっと分かりますね。甘さで持っていかないっていう、一番最後にキレというかコーヒーでちょっと覚醒させるじゃないですけど、まだキレで持ってってるような、最後やっぱりお腹いっぱいだと思うんで、そこに甘いデザートじゃなくてキレがある酸味の効いた甘みを引いたこのデザートを出してくるっていうところがやっぱり現代的な三つ星レストランって感じがしてですね、個人的にももう最高ですね。軽やかですし甘みも少ないですし、このコーヒーのデザートは僕個人的に今まで食べたやつで一番かもしれないですね。コーヒーの香りにすごいのが生姜入ってるっていう、またちょっと新しいですよね。あとはすごいのはやっぱりワインのペアリングをずっと頼んで、結構量も多いんで最後の方やっぱり酔っ払うんですよね。そこを最後にこの締めのデザートでこのキレのあるコーヒーの感じたまんないですよ。この締め感は最高です。最後にものすごい一撃のデザートワインが来ましたね。これもうランチ飲んだらもう一日終わりですちょっとこの後食事が終わったらアドリア海のビーチに行ってみようかなと思います。すごいですね。Piccola pasticceria. Quello bianco è gelato al formaggio erborinato, cioccolato bianco e arancia. Lampone ghiacciato gela al maraschino e basilico. Davanti a voi nel piatto invece il biscotto è con cioccolato, cocco e zenzero. Quella rossa è gelatina di fragola, aceto balsamico e limone. Quello giallo è mela, vecchia romagna e menta. 結構ありえん。グラッツィ。A voi. こちらを。おお、冷たい。めっちゃ冷たいですこれ。すごい濃いですね。ホワイトチョコレート。でも練乳というかすごい牧場感を感じますね。で次が凍ったラズベリーです。ラズベリーとバジルが合う。はい、それでは今ですね、料理全部食べ終わってコーヒーも飲み終わってちょっと一息しているところなんですけど、今回のこのラブコースはですね、もちろん美味しかったです。美味しかったんですけど、それ以上にやっぱりこのマルケの土地の歴史だったりとか、やっぱりシェフの考えっていうのが全て反映されているなと思って、僕自身本当に勉強になりました。で3年前にクラシックコースをいただいて感銘を受けてですね、今年も売り足に来れたんですけど、本当に東京からわざわざセニガリアまで来れてよかったなと思います。ちょうど先日僕自身もホテルでフェアを開催させていただいて、おかげさまで本当に皆様のおかげでいつも本当に感謝してます。ありがとうございます。でこういうコース料理を、考えるときにシェフとして一番大切になってきているのがこういうやっぱり食べ歩きなんですね。で常にこのトップレベルの料理の考え方とか、どういう意図でシェフが作っているとかストーリーとかっていうのが大切で、僕はイタリア料理のプロとしてこういう情報発信をしているので、イタリア本国のこういうトップレベルの情報を、皆さんに共有する。で自分自身も毎年アップデートして学び続けるってことは僕自身のこの責任だと思っていて、
まあ、それをですね毎年こうやって来れてるのは本当に嬉しいですし、これからもですね今回初めての一番最初の三つ星で他に行きたい三つ星もですね回っていくので、その動画も楽しみにしていてくれたら嬉しいです。Grazie mille, mi sono veramente emozionato. Questa bellissima esperienza. Grazie, grazie. Grazie Fabio. Sì, il prossimo anno magari voglio tornare a mangiare. È un grande piacere per noi. Dai. Se vengo a Tokyo ti scrivo. Sì. Ma ci vediamo a Tokyo. Sì, ci vediamo a Tokyo. Grazie chef. Ciao.